これから福島の事故の収束に向けてさらにスピードを上げて取り組んでいかなければなりません。東京の知事の第一の任務は何か、それは都民の命と暮らしを守るということです。この間の福島の事故の後、東京の山手線内の20キロ、いや山手線内の2倍にわたる直径20キロの広さのところが立ち入り禁止区域になりました。この間の福島の爆発の後、東京の一部では水が止まり停電になり、多くの下町の工場や工場では仕事ができなくなって、みんな水道が止まってペットボトルを飲まなければならない人たちも数多く出ました。そういうことが今度の東京の都政と何の関係もないと言っているのは誠におかしな話じゃないかと私は思います。まさにそれこそ東京の問題じゃないですか。ですから私たちは先ほど申し上げたように、このオリンピックまでに2020年のオリンピックまでに自然エネルギーに切り替えていく。今原発は止まっていますが、そのまま原発を止めて、そして自然エネルギーに切り替えていく。今ヨーロッパの先進的な国々は原発はもう古いものだ、過去のものだと言って、ドイツでもオーストリアでもスペインでもデンマークでも今 20% から 40% が自然エネルギーの電源に頼っているんです。 GE とかシーメンスとか今まで原発を作ってきた世界の最大手の会社は皆原発はもうダメだと言って経済的に合わないということで生産をやめました。そして自然エネルギーに切り替えて、ドイツは自然エネルギーに切り替えて、この6年間に雇用が20万人増えた。大変なことです。ですから日本の技術をもってすれば自然エネルギーに切り替えて新しい産業としてこれから日本の経済を発展させていくことができる。そういうことでこれから私たちは新しい文明に向けて、文明のこれは転換です。その時代の変わり目に私たちは今立ち会っているわけですけれども、そうした方向に向かってしっかりと、今原発は実際動いていないわけですから、その方向に向けて舵を切っていく。それはちっとも難しい判断ではない。トップの人が決断すればそれはできることです。もちろん東京は東電の株主ですから、東電に向かって言いたいこともしっかりと言っていきたいと思っていますが、この間記者会見でも私は言ったんですけど、あなたこの次もし仮にオリンピックまでやるとしたらあなた80歳になるじゃないか。そんなこと関係ない。サミュエル・ウルマンという人の書いた青年という詩があります。青春という詩があります。その詩に書かれているのは、年を重ねただけで人は老いない、理想を失った時に初めて人は老いる、そういう詩ですけども、私はさらにそれに加えてこう言いました。今申し上げたように世の中のおかしなこと、曲がったこと、正しくないと思うことに完全としてその不条
総理に対して戦う意思を持っている人は、戦う気力を持っている人は紛れもなくこれは80歳でも90歳でも青年だと。しかし18歳でも20歳でもそういう戦う気力を持っていない人はこれはお年寄りと言ってもいい。私たちはそういうつもりで今ここに決意をしたわけです。今度の戦いは日本の文明を変える戦いです。今までも日本は経済の面で原発と鉄とコンクリートとプラスチックで戦後の成長を成し遂げてきました。しかしこれからは今度この知事選が終わってからは私たちは水と緑と太陽と風とそうした自然エネルギーによって成長を成し遂げていく、世界でも例のない経済の成長をその自然エネルギーによって成し遂げていく、その果実で雇用や福祉を維持していく。自然エネルギーになって経済が衰えることはありません。これは先進国が皆証明しているところです。今原発ゼロでその方向に進まない限り日本は乗り遅れてしまう。ですから今度の選挙はそういう意味で原発ゼロでスタートできるかどうか、その大事な分かれ目なんです。どうぞ皆さんそういう意味で今度の選挙に大きな寒い中で大勢皆さんありがとうございます。私は細川さん都知事になれば東京だけが変わるんじゃない、日本が変わる。ぜひとも皆さんの力で細川さんを当選させてください。心からお願い申し上げます。皆さんが何を基準に候補者に1票を入れるか、それは皆さん人それぞれであります。東京都はさまざまな問題を抱えています。私は原発ゼロで東京を発展できる、オリンピックもパラリンピックも成功させることができる。いや、原発ゼロの方が日本はより良い社会になると確信しております。すでに自然再生可能エネルギーを使おうとする企業、家庭、ますます増えていくと思います。私は今回の選挙は特に原発問題をどうするか、これを最も重視している人になります。他の問題が重要だと考えるのは結構だ。しかしこの選挙ほど都政が国政に影響を与える選挙は未だかつてないと思っております。特に原発ゼロでやっていけるという細川さんが知事になれば本格的に原発ゼロの社会づくりが国づくりが始まると思ってるから細川さんを私は応援してるんです。原発ゼロは無責任だ、代案もなさないで何を無責任なことに言ったと批判している人がおりますが、原発問題っていうのは一人で代案出せるほど簡単なもんじゃない。廃炉にするにしても40年50年かかる。なおかつこれからの原発なくなった地域の問題は一人で出すもんじゃない、一政党で出すもんじゃない。多くの知恵を結集して国民の知恵ある人の意見を参考にしてしっかりとした案を出すのが政治の道筋だと思っています。現在岐路に差し掛かっている分かれ道なんです。原発を基本的な電源としてこれからやっていこうとする勢力と原発ゼロでも日本が発展するという勢力がせめぎ合いを演じている。こういう中でどっちがいいか。
めるのはなかなか難しい。大事なのは政治のトップが決断することです。都知事、それ自身が東京都は原発ゼロでオリンピックを成功させよう、東京都を発展させようという決断を下せば、知恵ある人が集まって、都知事が戦略会議を作って、世界の支援者を集めてしかるべき案を出せば、一気に都政は動きます。国民の多数も賛成するでしょう。いずれゼロに賛成、いずれ将来ゼロにするのは賛成だけど、今ゼロにするのは無責任だって言いますが、今すでにゼロなんです。将来原発をゼロにする人が賛成ならば、直ちにゼロした方が準備が早くできるじゃないですか。私は総理時代、原発は安全だ、原発は他の企業に比べて最もコストが安い、そういう原発の専門家の意見を信じておりました。しかしながら、東北の大震災以来、悲惨な状況を見て、果たして原発安全か、私なりに勉強してきました。原発が導入されて、第二次世界大戦後、原発を各国で作ってきた。原発は安全だったのか、安全だと言いながら、アメリカのスリーマイル島で原発事故が起こった、ソ連のチェルノブイリで原発事故が起こった、日本の原発は安全だと言ってる中で、福島の原発でメルトダウンの事故を起こした。安全だ安全だと言っていたのは本当だったのか、大きな疑いを感じた。ひとたび事故が起こったら、原発は取り返しのつかない大きな甚大な被害を国民にもたらす。国民だけじゃない、地域がなくなっちゃう。動物にも植物にも山にも海にも川にも取り返しのつかない大きな事故を起こす。そういうことを考えると、原発が事故を許してはならない、そういう技術たちが分かった。さらに原発のコストが安い。今よく研究してみれば、原発ほど国民の税金を使う電源はない。安全技術、安全対策、事故を起こさない対策するだけで、どれだけの金を投資しなきゃならない。一企業ではやりきれない。政府の金を投入しなきゃいけない。国民の税金を使わなきゃならない。そしてさまざまな地域の発展のみならず、ひとたびテロ対策なり、さらに安全基準を高めていくにつれて、一企業では収益を上げられない、投資に見合わない技術が原発であります。今政府が原発に向ける金を自然の世界にある太陽光、風力、地熱、さらに動物、植物、牛の糞や馬の糞までも電気に変える、熱に変える、そういう技術が世界各国で開発されてきたじゃありませんか。日本もそうです。そういう中で私どもは早い段階で原発ゼロを決めるならば、日本の企業も日本国民も自然を大事にしよう。さらに無限にある自然の力を我々の暮らしに生かそうという知恵はたくさん持っている、技術も持っている。そういうことからできるだけ早い機会に原発ゼロを目指して自然を資源にできる社会づくりに取り組むのがこれからの日本をより良い国にしていく方策であると確信に至りました。それが細川さんを
支援する最大の理由であります。もとより我々はもう70過ぎた年寄りであります。しかしながら総理を引退してもうのんびりした方がいいのか。ところがあの悲惨な東北地方の窮状を見て何かやらなければならないという思いに立ち至ってきました。総理やった人がなぜのこのこ出てくるんだ、過去の人じゃないかと言われます。確かに何もやらなくてもいいかもしれない。しかし人間は何か自分はできることがあるんじゃないか、やらなければならないことがあるんじゃないかと感じたとき、年じゃない若返ってくるんです。夢に向かって理想に向かって何かやっていこうという意欲を持ったとき、元気が出てくる、エネルギーが出てくる。しかもゼロの世界、原発ゼロなんていうのは夢だよ、理想だよと言ってるけども、この夢は実現可能な夢だと私は確信しています。廃炉でも40年50年かかる。さらにこれからのさまざまな問題を考えると、一番この原発に敏感でなくてはならないのは若い人たちですよ。そう考えると、より良い社会を作るためにも今この知事選挙の際に自分たちの新しい未来の東京づくり、国づくりをどう考えるのか、誰に一票入れるのか、一番真剣に考えてもらいたいのは若い方々。